こんにちは、ジパング55のタカです。今私は山口県の長門に来ています。今回は星野リゾート温泉宿の界長門をご紹介したいと思います。界は星野リゾートの中でも温泉宿を中心にブランド展開しています。そんな界の中でも江戸時代のお茶屋屋敷をデザインした造りが特徴の長門をたっぷりご紹介します。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速向かいたいと思います。長門がある山口県は東京から飛行機で1時間40分ほどの距離です。山口宇部空港から長門までは車で70分、新幹線の駅である新山口駅からは車で70分ほどです。 JR 長門湯本温泉駅からは歩いて15分ほどの距離です。バスや電車でも迎えますが、車で移動できると一番楽だと思います。今回私は車で訪れました。車を停車するとすぐに係の方が案内してくれました。最初はロビーのソファーに案内されました。ロビーは落ち着きがあり、自然も感じられるようになっていました。かつて毛利藩の藩主が湯治に訪れていたと言われる長門湯本温泉。その際に藩主が宿泊した宿がお茶屋屋敷というらしく、それらをイメージして建物が建てられています。ロビーには売店とご当地楽の体験場所がありました。売店には地元ゆかりの商品が並んでいます。山口伝統工芸の赤間すずり、萩ガラスなどが販売しています。萩焼きなどもあります。他には山口名産のお菓子が販売しています。地元の名産品を販売しているのは嬉しいですね。界では地域の特徴的な魅力を楽しめるよう伝統工芸、芸能、食などを満喫できるおもてなし、ご当地楽を提供しています。長門では赤間すずりで文字を綴る大人の墨遊びを提供していました。参加したい時間の札を取って参加時に渡します。簡単に館内の説明と無料で参加できるアクティビティの予約を行いました。そのまま部屋まで案内してくれました。部屋の前のガラスも山口名産の萩ガラスを使用しているそうです。玄関から広々しており、木目基調で明るいですね。山口の伝統工芸、大内塗も飾ってありました。草履もあり、館内や外はこちらで歩いて回れます。部屋も広々していますね。今回はツインベッドのお部屋です。案内の方がお茶を入れてくださり、館内説明を部屋でしてくれました。部屋でゆっくり案内を受けられるのはいいですね。部屋の鍵には大内塗の人形がついていました。対になっていることで夫婦円満を表しています。部屋の工芸品を一つ一つ説明してくれました。ベッドボードの華やかな模様は山口市の無形文化財に指定されている徳地和紙だそうです。ご殿様が寝る場所をイメージしており、天井も金色の装飾で豪華になっていました。ベッドは不惑もスリープという界のオリジナルブランドだそうです。この宿はお殿様の気分になって宿泊してほしいという思いが込められているそうです。枕元でライト操作もでき、コンセントもありました。ソファーもゆとりがあり、広々していますね。テレビも隠せるようになっており、部屋の雰囲気も楽しめます。部屋からは長門湯本に流れる訪れ川を見ることができます。窓を開ければ川のせせらぎも聞こえますね。トイレも新しく清潔感がありますね。洗面台も綺麗ですね。
洗顔、クレンジング、化粧水、乳液、ボディーローションがセットで置いてあります。階に一律で置いてあるセットで、お風呂上がりに最適な成分が入っているらしいです。タオル類やドライヤーも置いてあります。浴室はシャワールームのみです。大浴場に温泉があるので、そんなに問題はありませんね。レインシャワーと可動式のシャワー2種類がありました。ボディーソープ、シャンプー、リンスもあります。部屋のクローゼットには浴衣も置いてありました。動きやすいパジャマもあるので、館内も動きやすいです。金庫や上に羽織る上着もありました。アメニティは風呂敷に包んでありました。風呂敷の色は階ごとに違うらしいです。風呂敷の結び方もあったので、今回はこちらを手荷物袋にしたいと思います。アメニティは櫛、コットン、綿棒、歯ブラシがありました。先ほどのソファーデスクとは別で作業用デスクがあるのは嬉しいですね。萩焼きの急須、部屋で飲めるお茶などが置いてありました。先ほどもこちらでお茶を入れていただきました。蒸し生姜湯が飲めるようになっており、体から温まりますね。部屋の冷蔵庫にはビール、柚子ジュース、甘酒、お水が置いてあります。お水以外は有料です。机には萩の夏みかんに砂糖をまぶしたお菓子も置いてありました。こちらはこの地域の名物お菓子のようです。お茶を飲みながら館内の案内をゆっくり聞けました。部屋の案内冊子もあり、詳しく知ることができます。階にはご当地部屋というその土地の特産品をふんだんに使った部屋が用意されています。今回宿泊した部屋は五歳の間で萩ガラス、大内塗り、徳地和紙、萩焼き、長門湯本の景色を楽しむことができます。ワインなども販売しており、部屋で飲むこともできます。周辺散策マップもあり、長門湯本の街歩きもできるようになっています。飲食店も記載があるので、食べ歩きにも使えそうですね。長門湯本は季節に応じてイベントを行っているそうです。私が訪れたタイミングではライトアップをやっていました。紅葉を見ながら寝転べる場所もあるようですが、ギリギリ紅葉の時期ではなかったので、まだ実施していませんでした。冬はプロジェクションマッピングもやっているようです。イベントに合わせて来るのもいいかもしれませんね。あけぼのカフェではその日の朝に焼いた個数限定のどら焼きを販売しています。営業時間が11時から16時までと少し短めなので、早めに利用してみてください。他にも各施設の営業時間や体験イベントの説明記載がありました。無料で参加できるイベントの紹介もありました。温泉の入り方、長門湯本の伝説を紹介した紙芝居や血行を良くする体操などがあります。他にも大人の住み遊びや夜と朝に実施されるそぞろ歩きもあります。長門湯本を紹介しながら各所を回っていただけます。募集人数が少ないため、早めにチェックインして申し込みすることをお勧めします。有料のクラフト体験を実施しているようですね。他にも萩焼き体験などがあるようなので、興味があれば参加してみてください。それでは館内の散策をしながら住み遊び体験に行きたいと思います。界長門は川辺を自由に行き来できるようになっています。宿泊棟と温泉棟が別にあり、間にトラベルライブラリーがあります。コーヒー、紅茶などが飲めるトラベルライブラリーは24時間いつでも利用することができます。外にもソファー席がありました。ランタンも貸し出しているので夜に雰囲気が出ますね。座席はソファー席と椅子席があり、ゆったりくつろげる空間になっていました。中には山口の歴史や旅の紹介本も置いてありました。
大きな机もあり、作業などもできそうです。コンセントもあるのが嬉しいですね。自由に飲める飲料水やお菓子の準備もあります。コーヒーはカフェインレスもあるのが嬉しいですね。紅茶はダージリンとカモミールがありました。無料のお菓子は鶏卵せんべいがありました。山口で有名なお菓子で、卵と蜂蜜を使った飽きのこない素朴な美味しさを楽しめます。16時から紙芝居を上演してくれました。入浴中は肌をこするのを控え、お湯から上がった後はシャワーで体を洗い流し、すぐに保湿を行うことをお勧めいたします。大寧寺の和尚がお寺を散歩していると、石の上で座禅をしている老人に出会いました。こんな時間に誰だろう。名前を聞いてみると、なんとその老人は住吉神社の神様だというのです。大寧寺の和尚の評判を聞き、ぜひ勉強させてほしいと、住吉大明神は和尚の説法を聞きにお寺に通ってこられました。そして和尚は仏の道を極めた証として錦の袈裟を授けます。すると住吉大明神はこの恩に報いるため、和尚にこんなことを告げます。温泉を出しました。この温泉で信者の方や病気の人を癒してあげてください。そう告げると大きな稲光が走り、住吉大明神は大きな竜の姿となって雲の上に消えていきました。長門湯本温泉にはこの時の恩に感謝して住吉神社のお社が建てられています。そしてこの温泉は神から授かった真珠の湯として受け継がれてきました。この地は長きにわたり神と仏に守られてきた癒しの場所と言えます。紙芝居でこの地域の歴史がよくわかりました。ご当地の内容を説明してくれるのは嬉しいですね。スタッフの方がお湯印帳を持ってきてくれました。各施設の温泉効能が書いたスタンプを押してくれるそうです。私は会の利用が今回初めてで、次も別の会を予約していたので持ってきてくれました。こういったものがあるとスタンプラリー感覚で集めたくなってしまいますね。それでは川沿いを歩いてみたいと思います。外へは門から自由に出入りが可能です。近くにはあけぼのカフェがあり、ドリンクやどら焼きが販売しています。どら焼きの味もご当地のものが用意されていました。私は閉店ギリギリに訪れたので、あんこ以外売り切れでした。ここは早めに利用するか、オープン直後の11時頃に訪れてもいいかもしれませんね。どら焼きを食べながら川床でゆっくりできるのは風流でいいですね。どら焼きも大きく美味しかったです。ぜひ食べていただきたいですね。川を見ながらゆっくりできる座席もあり、ここでもゆったり時間が過ごせそうです。外も浴衣や草履を履いて歩き回れるので、写真を撮っても映えそうですね。川のせせらぎが気持ちがいいですね。川床もあり、より自然を楽しめそうです。2020年に星野リゾート界長門の開業や温泉施設である温湯の再建と合わせて、温泉街は新たなリニューアルオープンを迎えました。温泉街全体を一つながりの空間としています。街を流れる訪れ川に沿って食べ歩き、文化体験、そぞろ歩きなどの魅力をたくさん散りばめているそうです。こんな休憩所があるのは嬉しいですね。川の音を楽しみながらゆっくりできそうです。水の透明度も高く、小魚も泳いでいました。川沿いにあるので、夏も涼しく過ごせそうですね。飛び石で向かい側に行けるようになっていました。子供心をくすぐられますね。外でゆったりした時間を過ごすのもいいと思います。ぜひ皆さんもゆっくり過ごしてみてください。
それではご当地楽を楽しみたいと思います。こちらは山口伝統工芸の赤間すずりです。様々な形があり、形によってすずりの名前も違いました。赤間すずりは宇部市や下関市周辺で作られているすずりです。赤間石という石英や鉄分を多く含む石を原材料としています。赤間石が緻密な石質であることから、赤間すずりでは墨を細かくすることができ、発色の良い伸びやかな墨汁を得ることができます。今回私はこちらのすずりを使っていきます。赤間すずりは幕末に活躍した吉田松陰も愛用していたそうです。すずりの名称の説明や赤間すずりについて説明をしてくれました。すずりについて知る機会も少ないので、いい勉強になりました。説明が終わると、炭とお水を出して混ぜていきます。これがかなり滑らかで、とてもびっくりしました。私が小学校の頃使っていたすずりとは全然違いますね。とても滑らかな感触でした。少し粘り気が出てきたら完成だそうです。完成したら筆で実際に文字を書いていきます。最初に和紙に練習してから本番の扇に書いていきます。久々に習字をしました。童心を思い出し、とても楽しかったですね。私は周りに感謝を忘れないようにという思いを込めて、感謝という文字にしました。本番は扇に書き、ハンコをしてくれます。部屋などに飾れる台紙も渡してくれたので、とても記念になりました。家に飾っても綺麗だと思うので、ぜひ参加してみてください。体験が終わって少し経つと、17時30分の夕食の時間でした。夕食会場は個室のように仕切られており、席まで案内していただきました。席には献立表とおしぼりが準備されていました。懐石料理になっており、ボリュームがありそうです。部屋が分かれているので、隣の席を気にせず利用できるのはいいですね。ただ完全に区切られているわけではないので、大きい笑い声などは聞こえてきました。ドリンクも豊富で、ご当地のお酒の飲み比べもできるようになっていました。他にもソフトドリンクなどがありましたね。会では、食事で最初に出す料理、先付けをご当地の名産品を使って提供しています。全国の先付けをご紹介しており、面白いですね。せっかくなので、日本酒3種の見比べを注文しました。1800円だったので、1杯600円ほどになります。シェアして飲んでもいいかもしれませんね。一緒に地元のクラフトビールも注文しました。こういった地元のものを楽しめるのも旅の醍醐味ですね。貝長との先付けはイカの2色和えです。イカをイカスミと大葉であえてイクラを合わせているそうです。とても美味しそうですね。イカとイクラがとても合っていました。これは日本酒が進む料理ですね。山口はイカも有名みたいなので、訪れた際は食べてみてください。続いて、卵を使った汁料理です。お椀はお殿様の食器をイメージしたということで、豪華な装飾になっていました。お出汁もよく効いていて、美味しかったですね。卵の中にいろんな具材が入っており、すだちとよく合っていました。食事の時間は17時30分と19時を選べました。私は20時30分からのそぞろ歩きも参加予定だったので、17時30分の食事にしました。ただこの時間はいろんなアクティビティに参加していると、すぐに食事時間になってしまいます。温泉に入ってから食事をしたい方は、19時スタートでもいいかもしれませんね。こちらは崩落森です。桶の底が開いていることで、良い未来が遠くまで見通せるように、という思いが込められているそうです。穴子のお寿司や、サンマの有馬に、かき揚げ、ヒラマサとタイとケンサキイカの刺身などがありました。全体的に甘めの味付けになっているので、
酢の物を間に挟みながら食べるといいようです。味はどれも美味しかったです。地元の日本酒を飲みながら豪華な料理が食べれるのは嬉しいですね。一品一品の大きさは小さいですが、その分いろんな料理を楽しめます。長門も車で15分ほど行くと海があるので、新鮮なお魚を食べることができます。温泉宿で新鮮なお魚が食べれるのはさらに嬉しいですね。揚げ物は天ぷらで、鮭、大根、しめじ、エビを使ったものでした。カリッと揚がっており、サイズも胃もたれしない大きさだったので、ちょうど良かったです。こちらはレンコンをとろろ芋と合わせ、お餅のように合わせた料理です。あんと絡めながら食べるそうです。メインは和牛の料理です。鉄鍋で温めて食べます。とても美味しそうですね。一緒にフグの皮を使った土鍋ご飯をいただきました。こちらもとてもいい香りですね。一緒にお味噌汁もいただきました。大根おろしとポン酢を合わせて、そこに和牛をつけて食べました。とても美味しかったですね。ご飯も土鍋で炊いた炊き込みご飯で、フグの皮のカリカリ具合とよく合いました。お肉とご飯の相性もよく合っていましたね。特に一緒に出された漬物も美味しく、これでご飯を何杯でも食べれてしまいそうでした。ご飯はおかわり用で、土鍋ごと置いてくれました。たくさん食べたい方には嬉しいですね。デザートは夏みかんを使ったあんみつです。夏みかんは萩の名産らしく、いろんなお土産品に使われていますね。料理はどれも美味しく、量もちょうど良かったです。それでは残りを食べて温泉に向かいたいと思います。最初に温湯に向かいました。海長門とは別の温泉ですが、先ほどご紹介した住吉大明神のお告げによって発見された温泉です。海長門からは歩いて5分ほどです。夜の長門湯本を歩きながら向かうのも風情がありました。源泉を引いているので温泉の温度表記があり、加温しているかすぐわかるようになっています。入浴は1回900円です。海長門ではタオル付きセットを800円で販売しています。有料ですが、伝説の温泉なのでぜひ一度入ってみたいですね。それでは入ってきたいと思います。入浴してきました。休憩どころもあり、ドリンクやアイスを提供しています。簡単な雑誌や新聞も置いてありました。温泉に入る前に冊子をいただきました。ここに温湯の楽しみ方が書いてあります。今までに入ったことがない温泉でした。湯船の大きさは正方形で8平方メートルしかなく、奥には一宮住吉神社から送られたしめ縄が貼ってあります。また浴槽も深く1メートルほどあります。これらには全て意味があるそうです。噴出量は1分あたり約130リットル。浴槽の大きさは湯量に合わせて作られており、常に清潔な温泉が楽しめるようになっています。また浴槽の底には源泉が湧き出ている場所があり、そこから直接温泉を出すために浴槽が深くなっているそうです。温泉の作り全てに意味があり、雰囲気も神秘的なので、ぜひ入っていただきたいですね。それでは夜のアクティビティのそぞろ歩きの時間になったので参加したいと思います。そぞろ歩きが終わったら海長門の温泉をご紹介できればと思います。外では一部ライトアップが行われていました。ライトアップされているとはいえ結構暗かったですね。ランタンなどを持って歩けばとても雰囲気があると思います。そぞろ歩きはスタッフさんが説明を交えながら街歩きをしてくれます。最初にタブレットで季節ごとの長門湯本温泉の雰囲気を説明してくれました。そぞろ歩き用のランタンを貸してくれました。
一緒に歩きながら長門湯本のお話をしてくれます。ここでは足湯なども楽しめるようですね。ライトアップで長門湯本にちなんだものを映し出していました。5カ所ほど写真スポットを回っていき、撮影をしてくれました。インスタ映えしそうな写真をたくさん撮ってくれました。写真はこんな感じで撮っていただけます。どれも素敵な写真でした。お風呂後に写真を撮られるのが気になる方は、散策を終えてから入った方がいいかもしれません。ここは紅葉ロードと呼ばれ、紅葉の季節になるととても綺麗に色づくそうです。紅葉の時期はここに寝転びながらのんびりできるエリアが設置されるそうです。20分から30分ほど散策し、とても楽しめました。皆さんもぜひ参加してみてください。それでは甲斐長門の温泉に入っていきたいと思います。温泉は内湯と露天風呂があり、温度が厚めのお湯と低めのお湯がありました。最初に厚めのお湯で温まり、その後ゆっくり低めのお湯に浸かるといいそうです。アルカリ性の湯は古い角質を取り、皮膚の汚れをしっかり落としてくれるそうです。目の前には湯上がりどころがありました。座席の数は多くないので、利用時間をずらした方がいいかもしれませんね。外で涼める場所もあり、ゆっくりできそうですね。ドリンクの用意もあり、日本酒が2種類、夏みかんジュース、おの茶がありました。日本酒まであるなんて嬉しいですね。他には4種類ほどのアイスが用意されていました。お風呂上がりに水分補給しながらアイスを食べれるのは嬉しいですね。大浴場、湯上がりどころは15時から25時、5時から11時まで利用ができます。夜も遅く、朝も早く利用できるのは嬉しいですね。トラベルライブラリーも素敵な雰囲気になっていました。外では天気が良いと、綺麗な月も見れるようです。そういえば、宿泊料金の発表をしていませんでした。こちらのお宿は、1泊大人2名朝食夕食付きで46,800円でした。1人23,400円ほどですね。星野リゾートは宿泊料金の 10% がサービス料としてかかってきます。入湯税なども合わせてこのお値段でした。私は早割などを使って予約したので少しお安めでしたが、通常料金はもう少しお高めです。食事の際にドリンクなどを頼むと追加料金がかかります。少しお高めの宿ではありますが、とても楽しめる施設です。20代であれば、海旅20で割引で泊まれるようです。いろんな割引を使ってぜひ楽しんでみてください。それでは今日はもう休みたいと思います。おはようございます。朝6時30分からの体操を予約していたので参加したいと思います。天気が良ければ外で体操をしますが、今回は雨だったのでロビーで行うことになりました。ロビーで説明を受けながらゆっくり体操を行っていきます。息を吸うときには肺が膨らむこと、吐くときには筋肉が縮んでいることを意識しながら行ってみてください。それでは息をすべて吐き切り脱力します。では鼻から吸います。1、2、3、4、口から吐きます。3、4、5、6、7、8、鼻から吸います。2、3、4、口から吐きます。4、5、6、7、8、脱力します。最後は結構激しめの動きでいろは体操を行いました。最後の文字「と」を描きます。で構えて
朝から体操ができて気持ちよかったです。体操の後は朝のそぞろ歩きにも参加予定でしたが、雨で中止でした。残念ですね。住吉神社にお参りに行く予定だったそうです。皆さんも早起きして参加してみてください。朝食は8時45分からで少し遅めのスタートでした。場所は夕飯会場と一緒でした。朝食の献立も美味しそうですね。最初に漬物や調味料が置かれました。朝食は一度にお盆で持ってきてくれました。どれも美味しそうですね。おかずと魚、ヨーグルトと豆腐もありました。一緒に赤木のお味噌汁も提供されました。温かく、体が温まって嬉しいですね。お味噌汁に赤木を入れて食べるそうです。朝から豪華な朝食です。不思議なもので、夜結構食べたはずなのに、朝にはお腹が空いていますね。私はホテルのビュッフェも好きですが、こういった和食も体に染みて大好きです。おかずがどれも美味しく、朝からご飯が進むメニューでした。遅めの朝食なので、朝のアクティビティに参加して、お風呂に入り、朝食を食べると、朝からすがすがしい気持ちになりますね。ぜひゆったりした時間を過ごしてみてください。それでは今回の甲斐長門、いかがだったでしょうか。歴史の古い温泉街でご当地文化を深く楽しめる経験ができました。皆さんもぜひ旅行先の検討に入れてみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるのでチャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。